こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はダイソーさんの材料でこちらのミニカゴショルダーを編んでいきます。マクラメヤーンの糸ですが、人気があってすぐになくなってしまうので、もし糸がない場合はこちらの動画も参考にしてください。使用する材料はこちらです。ダイソーさんのバッグの底板4枚入りを1枚、マクラメヤーンは4玉使います。使用するかぎ針は5号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。1段目の編み図がこちらです。底板に細編みを1周編んでいきます。編み始める場所はこの穴からになります。針を入れて糸を引き抜きます。鎖1つで立ち上げ、同じ穴に細編みを3回編みます。1回、2回、3回編みます。ここから直線の9個の穴のところは細編みを2回ずつ編んでいきます。1つの穴に細編みを1回、2回、次の穴も細編みを2回、この繰り返しで編んでいきます。細編みを2回ずつ編んできました。角に来る穴のところには細編みを3回編みます。1回、2回、3回。ここから3個の穴は細編みを2回ずつ編みます。角の穴のところは細編みを3回編みます。ここから直線の9個の穴のところは細編みを2回ずつ編んでいきます。細編みを2回ずつ編んできました。角の穴のところだけ細編みを3回編みます。ここから3つの穴は細編みを2回ずつ編んでいきます。これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。
増し目を4回編みます。1段目の編み終わりから鎖の立ち上げをなしで続けて細編みを編んでいきます。1つ目は細編みを1回編みます。2つ目に増し目を1回編みます。3つ目は細編みを1回。これで1つ目の増し目が編めました。ここから直線の18目は細編みを1回ずつ編んでいきます。直線の細編み18目が編めました。角のところに来たら細編みを1回、増し目を1回、細編みを1回編みます。ここから次の角のところまで細編みを6目編みます。細編みが6目編めたら細編みを1回、増し目を1回、細編みを1回編みます。ここから直線のところは細編みを18目編んでいきます。細編みが18目編めました。角のところは細編みを1回、増し目を1回、細編みを1回編みます。ここから細編みを6目編んでいきます。これで2段目が完成です。3段目は細編みを64目編んでいきます。2段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで細編みを全部で64目編んでいきます。1段編むとこんな感じです。4段目の編み図がこちらです。増し目を4回編みます。1つ目の角のところは細編みを1回、
増し目を1回、細編みを2回編みます。ここから直線部分は細編みを18目編んでいきます。細編みが18目編めました。2つ目の角のところは細編みを1回、2回編んで、3つ目に増し目を1回編みます。細編みを1回、ここから次の角のところまで細編みを6目編んでいきます。3つ目の角のところは細編みを1回、増し目を1回、細編みを2回編みます。ここから直線部分は細編みを18目編んでいきます。細編みが18目編めたら、4つ目の角のところは細編みを2回編みます。3つ目に増し目を1回、細編みを1回編みます。ここから細編みを6目編んでいきます。これで4段目が完成です。5段目は細編み68目を1周編んでいきます。4段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで細編みを全部で68目編んでいきます。1周編むとこんな感じです。6段目の編み図がこちらです。増し目を4回編みます。1つ目の角のところは細編みを1回、2回編んで、3つ目に増し目を1回編んで、細編みを2回編みます。
こから直線部分は細編みを18目編んでいきます。細編みが18目編めました。2つ目の角のところは細編みを2回、増し目を1回、細編みを2回編みます。ここから細編みを6目編みます。細編みが6目編めたら、細編みを2回、増し目を1回、細編みを2回編みます。ここから直線部分は細編みを18目編んでいきます。細編みが18目編めたら、細編みを2回、増し目を1回、細編みを2回編みます。ここから細編みを6目編んでいきます。これで6段目が完成です。7段目から9段目は細編み72目を編んでいきます。6段目の編み終わりから続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで1段72目を全部で3段編んでいきます。3段編むとこんな感じになります。10段目は鎖3つで立ち上げ、長編みを1周編みます。9段目の編み終わりから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。鎖3つで立ち上げます。これが1つ目になります。2つ目に長編みを1回、3つ目も長編み、次も長編みを編みます。この繰り返しで長編みを1周編んでいきます。
長編みを一周編んできました。最後の長編みが編めたら、1つ目の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで10段目が完成です。ここから模様を編んでいきます。10段目の編み終わりから鎖3つで立ち上げます。2つ目は長編みの表引き上げ編みを編みます。糸をかけてこの部分から針を通して1回2回編みます。これが長編みの表引き上げ編みになります。3つ目は長編みを1回、4つ目は表引き上げ編みを編みます。次は長編みを1回、表引き上げ編みを1回、この繰り返しで1周編んでいきます。1周編んできました。最後は長編みの表引き上げ編みになります。最初の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の1段目が完成です。模様の2段目がこちらです。1段目の編み終わりから鎖3つで立ち上げます。模様の2段目は長編みから編んでいきます。3つ目は長編みの表引き上げ編みを編みます。長編み、表引き上げ編み、この繰り返しで1周編んでいきます。模様の2段目を1周編んできました。2段目の最後は長編みで終わります。最初の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の2段目が完成です。模様の3段目は1段目と同じように編んでいきます。鎖3つで立ち上げ、表引き上げ編みを1回、次が長編み、
表引き上げ編み、長編み、この繰り返しで一周編んでいきます。一周編んできました。3段目の最後は表引き上げ編みで終わりになります。1つ目の鎖3つで立ち上げた3つ目に針を入れて糸を引き抜きます。4段目は鎖3つで立ち上げて長編み、表引き上げ編みの順番で1周編んでいきます。模様の5段目からもこの2段の繰り返しで好きな高さまで編んでいきます。編み方を見ながら編みたい方は1段目と2段目を繰り返し見て編んでください。動画では模様の段を12段編みました。ここから縁の1段目を編んでいきます。模様を編み終えたところから鎖1つで立ち上げ、下の段の鎖3つの立ち上げのところが1つ目の細編みになります。2つ目、3つ目、4つ目、この繰り返しで細編みを全部で72目編んでいきます。細編みを1周編んできました。最後の72目の細編みが編めたら1段目が完成です。縁の2段目からは細編み72目を全部で6段編んでいきます。1段目の編み終わりからここからは鎖の立ち上げなしで続けて細編みを編んでいきます。この繰り返しで細編み72目を全部で6段編んでいきます。6段編むとこんな感じになります。ここから持ち手を編むところに印をつけていきます。バッグを2つに畳んで端に来る編み目から10目数えます。11目のところに印をつけます。印をつけたところから14目開けた15目のところに2つ目の印をつけます。印と印の間が14目になっていれば大丈夫です。2つ目の印のところから20目数えます。2つ目の印から20目開けた21目のところに印をつけます。ここから14目数えます。14目開けた15目のところに4つ目の印をつけます。4つ目の印から1つ目の印のところまで20目開いていれば大丈夫です。
裏と表の印の場所がだいたい同じところに来ていれば大丈夫です。縁の8段目は持ち手を編んでいきます。7段目の編み終わりから1つ目の印のところまで細編みを編んでいきます。1つ目の印の1つ前のところまで細編みを編んできました。ここから鎖を22目編んでいきます。鎖が22目編めたら2つ目の印の次のところに細編みを編みます。これが1つ目の持ち手になります。持ち手の間は16目空いていれば大丈夫です。ここから細編みを編んでいきます。全部で20目になります。3つ目の印のところまで細編みを編んできました。ここが細編み20目になります。ここから鎖を22目編んでいきます。鎖が22目編めたら4つ目の印の次の編み目のところに細編みを編みます。持ち手の間は16目になります。ここから8段目の編み終わりのところまで細編みを編んでいきます。これで縁の8段目が完成です。縁の9段目の編み図がこちらです。8段目の終わりから鎖のところまで細編みを編んでいきます。鎖のところまで細編みが編めたら、持ち手は鎖をくるむようにして細編みを編んでいきます。こんな感じに編んでいきます。動画ではきっちり編んで細編みを全部で42目編んでいます。編む力加減によってここの目数は変わっても大丈夫です。細編みを編み終えました。こんな感じになります。ここから細編みを20目編んでいきます。ここが1つ目です。細編み20目編めました。2つ目の持ち手も1本目と同じ数の細編みを編んでいきます。動画では細編みを全部で42目編んでいます。
2本目の持ち手の細編みも編み終えました。ここから9段目の編み終わりのところまで細編みを編んでいきます。これで縁の9段目が完成です。最後に引き抜き編みで縁を1周編みます。持ち手のところも同じように続けて引き抜き編みを編んでいきます。引き抜き編みを1周編んできました。最後の引き抜き編みが編めたら1つ目のところに針を入れて糸を引き抜きます。糸を長めにカットします。糸処理をします。糸は長めにしっかり通しておくようにします。糸処理が終わったらバック部分が完成です。ショルダーなしでも大丈夫です。ショルダーを編む方はあと少し頑張っていきましょう。持ち手と持ち手の間の真ん中のところに針を入れます。ここから糸を引き抜いて、糸先は長めに残しておきます。ここから好きな長さまで鎖を編んでいきます。動画では180目編んでだいたい92センチくらいの長さになりました。長さはお好きな長さで編んでいただいて大丈夫です。好きな長さまで鎖が編めたら、反対側の持ち手と持ち手の間の真ん中のところに後ろから針を入れます。鎖の糸をここから引き抜きます。ここから鎖の裏山に針を入れて、引き抜き編みを編んで最初のところまで戻っていきます。
この繰り返しで最初のところまで編んでいきます。引き抜き編みを編んできました。最後の裏山に引き抜き編みが編めたら、鎖を編み始めたところに針を入れて糸を引き抜きます。糸は長めにカットします。編み終わりの糸でしっかりしたショルダーになるように何度か縫うようにして紐を通しておきます。ショルダーがしっかり縫い付けられたら、編み終わりの糸と編み始めの糸は長めに糸を通して糸処理をします。完成です。お疲れ様でした。サイズはだいたいこのくらいになります。お財布とスマホ、エコバッグが入るくらいのコンパクトなサイズです。底板を使ってサイズも小さめのバッグなので、マクラメヤーンの糸が硬くて苦手という方も編みやすいかと思います。もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグケコチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。リクエストなどありましたらコメントください。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録